今回はシンクを引く予定の方に向けて実装までにやっておきたいことをご紹介します。動画の最後では必要な素材もまとめてます。ぜひご覧ください。早速マップを開いてここの電話ボックスにワープします。ワープできたら左下の扉に向かいます。ここの電話ボックスを開放してる人ならなんとなく分かってるかもしれませんが、この扉に入ると空外光という敵が4体います。空外光は現時点ですとここにしかいない、かつワープポイントからすぐなので、シンクを引く予定のある人は毎日ここだけでも通いましょう。空外光を全部倒すとレアリティなどにばらつきはあるものの、今回は8個のドロップ素材が手に入りました。ドロップ数には多少ばらつきがありますが、毎日集めておくだけでもかなり差が出ます。この素材はシンクのレベルアップとスキルレベルを上げるのに使うのでコツコツ集めておきましょう。ちなみに敵キャラは1回倒すと再ポップするのは次のデイリー更新時間です。もっと集めたい方は各所にあるロッカー前によくいるウィンド紙などを狩るのもいいと思います。たくさん集めたいならこっちを周回する方がいいですね。ちなみに探検ガイドから各敵がどこにいるのか何をドロップするのかが確認できます。一応ここの行き方がわからない方のために行き方を説明しておきます。興味のない方は表示されてる時間まで飛ばしてください。まずはマンダスコバン工房へ向かってください。入り口から入ったら右側へ向かいます。そのまま進むと階段があるので下ってください。扉へ入るとこの建物の屋上へ移動できます。ここからは電話ボックスまでアスレチックをして登っていきます。ガラスに気をつけないと、翼を使わないと。そこに見えるのがさっき説明した空外光のいる扉ですね。もう少し登っていきます。ガラスに気をつけないと。翼を使わない。今のは忘れてください。翼を使わないと楽ちん。ガラスに気をつけないと。翼を使わないと。ガラスに気をつけないと。翼を使わないと楽ちん。ガラスにここが電話ボックス気をです。つけないと。次にやるべきことはピクセル消費ですね。まずはレベル突破素材であるデュラハンを周回しておきましょう。もちろん経験値素材や武器レベル素材などもまんべんなく集める必要があります。こちらがシンクのレベル突破に必要な素材です。この表にある通り週ボスの素材も使うので、今週まだ回ってない方は忘れずに回っておきましょう。個人的にリソースを使う優先度はこんな感じです。途中でメイン捨てだけ推奨のギアをつけたりしてもいいと思います。というわけでシンクを引く予定の方は毎日の空外講習会とピクセル消費だけは忘れずにやっておきましょう。特に週ボス素材は後からまとめて集められないので今のうちに回っておくことをおすすめします。シンク実装日にすぐ育成したい方は今日から少しずつ準備を進めておきましょう。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。